こんにちは、市川ファームです。今回はプラグで作った苗をポットに植え替える作業の動画になります。需要があるかどうかわかんないですけど、今回やってみました。もし需要がなかったらやめようかなと思ってますので、よかったらコメントください。今やってるのはゆっくり効く肥料を2粒入れてます。芝生の追肥用の肥料っていうやつですね。今肥料初心者さん向けの肥料の動画っていうのをちょっと作ってるんですけど、あんまり間違ったことを言うとまずいので、丁寧に作っててちょっと時間がかかっちゃってます。肥料の動画を待ってくださってる方、もうちょっと待っててください。すいません。で、これ今植えてるのが脱脂フィルムですね。この品種はあんまり肥料がたくさん効いちゃうとふわっと大きく伸びちゃうので、このゆっくり効く小さい肥料を2粒入れてます。うちでは季節や植える苗の状態とか、あとこの後一回育った葉っぱを切って刺すように使って、次にまた新しい芽が出たら売るっていう風な作り方をするパターンが何個かあって、それに合わせてこう肥料の入れる種類とか量とかを変えるようにしてます。時期は、夏だと水をかけるたびにこう窒素なんかは溶けちゃうので、あんまり肥料が多いと根が焼けやすいので、夏は少なめにしたり、冬大きくしたい時とか一回切ってから販売するような苗のやつはバーンと肥料を効かせてっていう風な感じにしてます。あと植える苗の状態で変えるっていうのは、根の張りがしっかり張ってるやつは肥料を効かせちゃってもいいんですけど、あんまり根がしっかり育ってない状態のやつを植え替えるとか、根が弱い品種を植え替えるとかっていうのは緩めに肥料を効かせてまた追肥してあげるっていう感じにしてます。この脱脂フィルムも夏、蒸れやすいので、大きくなったというかちょっと風通しが悪くなってるようなやつは早めにカットしてあげた方が枯れにくいです。で、次がこの肥料はマグアンプの K の大粒になります。これは2粒入れてます。また肥料の話は今度その肥料の動画でやるんですけど、このマグアンプ K の大粒っていうのはセダムを育てる時にはすごく使いやすいです。小さい鉢でこう育てる時とか、こうちょっと1粒とか2粒追肥する時とかにすごく重宝します。これはピンキーですね。ポーチュラカギリエシっていう品種名ですね。うちでは販売名ピンキーでやってます。ポーチュラカはまた白いケムクジャラのやつもうちでは作ってるので、またそれと一緒に品種紹介みたいなやつを動画出したいと思います。ピンキーは秋口にこう小さく株の根元でカットして肥料を切らせてあげるとすごい
濃い紫になって新芽が出てくるので、夏場もどんどん肥料もそんなにあげなくてもどんどん出てきちゃうんですごい勢いで伸びようとするので、これも伸びてきたらカットっていうのをやってあげると秋にいい株にしやすいです。植え替えた後の水やりなんですけど、うちはもうこれ植え替えてすぐしっかり水をあげます。でまた乾いたらまた水をあげるっていうサイクルです。あとさっき肥料をすごい細かく調整してるって言ったんですけど、毎回僕も成功してるわけではなく、思ってた通りにいかないことも多いので、その後またなんていうんですかね、軌道修正をしてあげるというか、足りなかったら肥料を入れてあげたり、多かったら伸びすぎちゃうので切ってあげるっていう感じでいつも育ててます。でこれは白花タイトゴメですね。白花タイトゴメはこのまま肥料を効かせてどんどん大きくすると、先端がどんどん伸びて新しい芽が出にくいので、やっぱ肥料を効かせて、大きくなったらカットしてってやってあげると新芽がたくさん出てくるので、充実した株に作りやすい品種です。夏も強いので秋冬に向けてどんどん育ててカットしてっていう風に作るのがいい感じになると思います。これも今このマグアンプを2粒入ってるんですけど、1回育ってからカットして、そのカットした時にまた1粒置いて、芽が増えたところで出荷っていうつもりで作ってます。この左手の人差し指と親指にはゴムの指サックをしてます。これしてなかったら土に手の油分を吸い取られて血が出ます。ちょっと喋ることがなくなってきちゃいましたね。この肥料は IB 化成ですね。最初からしっかり効く肥料です。ゴールデンカーペットですね。ゴールデンカーペットにこの小さい6センチのポットで IB 化成をこうやって置くのはちょっと肥料が効きすぎくらいなんですけど、これは一回バーンと大きくして、ちょっと親株として考えてる感じで、増えた葉っぱを切ってまたプラグトレーに植えてっていう感じで考えてる作り方です。一発で販売しようとするときはもうちょっと少なく効くようにする感じですで、あとこのゴールデンカーペットはこの IB とか芝生の肥料とかを置くと窒素がしっかり効いて黄色が濃く出るんですけど、マグアンプの方を置くとマグアンプにはその窒素分が少ないので黄色が薄く出るんですよね。なんで肥料の違いで葉っぱの感じが
変わって面白いです。あと鉢も素焼き鉢で作ったり、普通のプラスチックの鉢で育てたりすると違う育ち方が違うので面白いです。またゴールデンカーペットは品種紹介で動画作ります。今回は植え替えの動画を見ながら適当に喋るっていうのをちょっとやってみましたが、たまにはこういうのもやっていこうかなと思ってますので、またお願いします。ご意見とコメントでお待ちしてます。ご視聴ありがとうございました。